ソ連の収容所の生活も2年目になりますと、それに春にでもなりますと、だいぶ気持ちが落ち着いてまいりました。ところが、ある日、我々のラーゲルは柵が2つございまして、中側と外側の柵に分かれておりますが、中と外の柵の間が20メートルぐらいありまして、そこに草が生えてきました。そうしますと、我々市駅に出まして、その草の一本残らず全部すいて根から何まできれいに一つ残らず草を取りまして、そうして上を平らにして足跡がどんな風につくかというふうなことのわかるように、どんな風に人の足跡がつくか、どんな風に逃亡したかということがわかるようにするんだろうと思います。我々の入っている収容所、自分でこんな風にやるのは情けないなと思ったんですけど、中にとても喜んで、その作業をやってるような人に見受けましたんで、あんた農家の人かそう言いましたら、そうだと言うんです。久しぶりで土いじって、嬉しいと言うんです。で、こんなに骨折れるのか、草の根まですっかり取るものなのかと聞いてみますと、そうだという、こんなふうな話でした。一日の作業としては割と量は少ないので、それに大勢出てやりましたので、簡単に済んでしまいましたけれども、ある日、その外側の柵に一つの立て札がつけられました。注意しろということは大体わかりましたけど、その他に、字が書いてありましたんで、これは何て書いてあるのかなと、こんな風に思いまして、覚えていて、そして、帰って調べてみてびっくり仰天しました。それは、注意しろ。この柵に近寄る者は射殺すると書いてありました。びっくりしてしまったんです。その言葉の簡潔なこと、日本人じゃこんなに露骨には書けないんじゃないかと、そんな風に我々は話し合ったんですけれども、それでもよく考えてみますと、この柵に近寄るものは、我々ではなくて、ソ連人ですね。民間のソ連人のわけです。兵隊も近づくでしょうけれども、それで、だから、ソ連の人も我々の身辺には保護を加えてるんだなというようなことがおぼろげながら分かったわけです。それで私もいつか市駅に行った時に割とのんびりそうな若い青年が保証でついてきてくれましたので、その人に、その兵隊に、話してみたわけです。どうして俺たちは逃亡しやしないよ、なんでついてくるんだというふうに聞きましたら、いや、これは我々は君たちを保護するためについてきてるんだと。日本人を恨む人がいるといけないのでというふうな話でした。それで話はほぐれまして、
いろいろ話聞いたんですけども、その人はウクライナ生まれで、シベリア寒くて嫌だ。こんなところにいたくない。早く帰りたいんだ。とこんな風に言いました。そして、私も、そうだな、寒くて、この間、じゃがいもの方に行ったんだけど、こんな小さなじゃがいもだったよっていう風に言いましたら、そうだ、ウクライナは、こんなじゃがいもじゃない。もっともっと大きい、拳のような大きなやつだと、こんな風なことを言って、言いました。そして、じゃがいものことですけど、じゃがいもは、カルトフェリって言うんですね。大きいや、普通のやつは。それがシベリアでできるやつは、カルトーチカって言うんです。小さいからってそういうふうにカルトーチカと言うんですね。まあそんな風な具合でした。それからもう一人の報奨なんかが来ましたら、また話しようと思いまして、近づきまして、いろいろ、うろ覚えの、まあ下手なソ連語で、お前はどこから来たんだとかいろいろ聞いてみたんですよ。やはりそうしましたら、全然通じないんですね。おかしいなと思いましたら、だんだん手招き口まで、まあ話してみましたら、俺は3ヶ月前に、やっと3ヶ月で山から出てきて、やっと3ヶ月だと。だから、言葉なんか分かりゃしないよと、こんな風な話でした。それでも、そんなやつでも我々に、まあ、保証でついてきてくれたわけです。それからもう一人の若い兵隊が来ましたので聞いてみましたら、ついこの間まで俺は名古屋にいたと言うんですね。名古屋どんなとこだった？いいとこだろって言いますと、暑くて暑くてとても嫌だ。早くシベリアに帰りたいと。そんな風に思ったって言うんです。頭もこう、クラクラなるような格好をしましてね。それには僕も笑ってしまいましたけれども、まあ、そんな風なことがあって、我々を多少は保護してるに違いないと、こう思いました。まあ、こき使われてるばかりでもなかったようです。それから、まあ、寒くなりますと、そのラーゲルの四隅にウイスキーと称する見張り台ができまして、でそこで、シューバという真っ白な雪が降ってもカムフラージにできるようなやつだと思うんですけども、毛皮の頭からすっぽりかぶるような大きな街灯を着て、そして寒い時にはガタ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 そのウイスキーの上で、足踏みをしておりました。で、いつか私は聞くともなしに、その保証の交代の時をの話のやり方を観察してたんですけども、来る兵隊が同時期って言うんですね。そして上のやつが異常とって言うんです。で調べてみましたら、雨が降るという合言葉ですね。我々も軍隊におりました時には昼夜点灯演習なんてのがありましてね。そしてまあ切り込みですね。出かけます時に合言葉を教えてもらうわけです。山川なんて言いましてね、まるで義士の討ち入りだねってこんな風に話したんですけれども、ソ連軍も同じようなことをやっておったのにはびっくりしました。まあ僕も逃亡したいなって思ったことも何回もありましたが、当時以上とこういうふうに言えば、第一関門は
抜けられたかもしれません。こんな風に思っております。言葉を覚えましたので、向こうの兵隊と仲良くなったことをお話ししましょう。ある時、司令室で大きな声で何か言ってるんですね。イライラ、たちまちイライラするような声になったんで、まあよく聞いてみますと、チェルニーラと言ってるんです。あれインクのことだと僕は覚えてましたので、すぐ、ジムのやつに、インク持ってこいって言ってるぜってこう言ったんです。そうしましたら、急いで、その、日本人の事務関係のやつがインクを持って飛んでいきましたけども、僕は、万年筆工場にいたもんですから、早くから、インクだとか、万年筆だとか、それから鉛筆だのなんてことを小耳に挟んで覚えていました。それで、その保証とも仲良くなりまして、僕は、総理がありましたので、これはサーニだなって言ったり、それから牧草の倉庫がありまして、その倉庫にトロアとか、いろいろ言いまして、そして、片言でも、その人と話しましたら、俺はイタリー系の、兵隊なんだと、こんな風に言われました。そして、いつか俺についてこいというので、何かと思いましたらば、そのサーニーに乗りまして、馬を一頭つけて、そして、雪の中を走らして使いに行ってくれました。大した用事じゃなくて、なんともなかったんですけど、その馬がパッと走りまして、そして、トロイカ、そして淡いまだ雪だったもんですから、土と雪とその塊がポンと飛んでくるんですね。そういうの生まれて初めてだったもんですから、びっくりしてしまったわけです。それでも、トロイカだとか、そんな風なことを、話を仕掛けましたら、トロイカってこんなもんじゃないぞっていうような、四頭立てなんだよっていうようなことをね、話してくれました。そして、それと、時々仲良くなったもんですから、いつか私が、いつか私が浴場の、私益をやっておりますと、その保証をやってまいりましたので、私は精一杯サービスして、たくさんお湯を渡したり、背中を流したりしました。そうしましたら、その保証は喜んで、お前こんな寒いところへ捕虜になってきて大変だろうと。風邪ひくなっていうわけなんです。で、寒いとこじゃななんて僕は思いましたら、その、風邪をひかない方法を俺いつもやってるんで、それを教えてやるから、風邪ひくなよっていうわけです。そして、どんなことかと思いましたら、水を、半合一杯、水を取りまして、で、ふくらはぎあたりから、足の甲の方へですね、水をかけて、そして、これで、赤くなるからって言うと、その白い肌に赤くなりました、確かに。そして、こうやれば風邪ひかないんで済むんだから、お前もやれ、とこういうふうなことでした。言葉を、一つでも覚えますと、それを使ってみたくなる
そして向こうの人とも仲良くなると。まあこれが一つの言葉を覚えた効用でした。収容所でも春も竹縄になりますと、草刈りが始まりました。それで、西洋の魔法使いのおばあさんが持ってるような長い、また刃あたりの長い鎌を持ちまして、そして、草刈りをやったわけです。だけど僕は初めてだもんですから、どういうふうに草を刈っていいかわからなかったんですけれども、こういうふうに刈るんだっていうんで、軽々とその鎌を振り回して上手に草を刈るんです。で、僕も真似しましたら案外刈れました。僕だけでなくてみんな一緒に行ったんですから、相当、草を取りました。で、その草を取って、そして、その収容所前の広場に、広げまして、広げて、そして、干したわけです。それを、1日に2、3回でしょうか、隙を持って、裏返しして、そして、2、3日経ちますと、それを馬や小屋へ、入れるわけです。まぐさ小屋ですね。まぐさ小屋へ入れるわけです。で、それの刺激を、その、まぐさ小屋に、取り入れる刺激に私は呼ばれまして、行きました。私一人だったもんですから、のんびりこうやってますと、例の知ってる保証だもんですから、とても気楽だったんです。そして、そのまぐさ小屋へどんどん積み込みましたところ、とてもいい匂いなんですね。で、その乾かした草が、牧草がそんなにいい匂いだったの、これも初めてだったもんです。もう何とも言えない匂いで、そして柔らかい人根だもんですから、それに仰向けに寝まして、しばらく故郷のことを思ったわけですけれども、戦争前にゴン・ウィンズですね、風とともに去りぬの場面に確かこんなことがあったなって言って思い出しまして、一人でこんなに捕虜でもなかったら二人でここの牧草の中でうずまって、そして寝転んだりいろいろお話ししたりしたらいいんだろうななんて言って、しばらく休んでしまいましたが、牧草についての経験はこんな風です。それからある時町に行きますと、兵隊が来たって言って、なんか向こうから走ってきた馬車の後ろにかけていくんですね。なんだと思いましたら、それに積んでありました綿実の板を、綿実の絞りかすの板を積んであるのを運んでる人でした。それで、その綿実を炙って食べますと美味しいもんですから、それをもらおうと思ってその兵隊かけていったんですね。僕も一緒においくれくれって言ってかけていきまして、そしてパーンと大きいのを掘ってくれました。一つで、それを持って帰りまして、時々それを焼いて食べましたけれども、なかなかうまく焼けば美味しかったんですが、ある時生焼きのものを食べてしまいましたら、ひどく吐き気を催しまして、吐いたことがあります。しかしそれを飯盒の中に入れときまして、いつかこれ
逃亡するときにはこれが食料なんじゃないかと思って大切にしといたんですけども、だんだんそれを持ってるうちにとても逃げられそうもないし、なんかこう、前に一度そんな風な、吐いたことがありますんで、とうとう、その板をみんなに、おい、これ俺はもらったんだって言って、分けてやりました。分けてもらった兵隊たちはとても喜びましてね、感謝されたんですけども、その牧草で、なんとなく、この、穏やかな気分になったり、また、食料をせっかくもらっても、それを食べて吐いてしまったりですね、そんな風なことを、繰り返し、だんだんと帰る日が近づいてきたんだと、こんな風に思います。それから、じゃがいも掘りに行ったお話をしましょう。やはり、例の保証の先導で、我々100人ばかりで、100人じゃないな。トラック2台ですから40人ぐらいでしょうかね。じゃがいも掘りに行ったことがあります。そこへ行く途中は、相当3、4時間かかりますんで、トラックに乗りまして、いつまでも黙ってるわけにいきませんから、みんなで歌を歌ったりしました。そして僕は歌を歌うのは、歌えっていうのはピーチって言うんだよっていうふうに話しましたら、やっぱりその保証も時々ピーチってこう言うんですね。だからちょうど良かったんです。茶道家さだのいろいろ歌いながら行きましたが、着いたところが素晴らしいマルホタラというところなんですけども、こんなところがシベリアにあるんかと思われるほど素晴らしい、まるで桃源郷というところだと思います。すぐ周りがカラマツの林がいっぱいありまして、カラマツがいっぱい生えておりまして、その盆地の中に、じゃがいもの畑があるわけです。もうすでに9月でしたけれども、もう葉っぱがもうしもがれて、そして、日本じゃこんなことないんでしょうけども、もう黒くなっていました。それで我々がそのじゃがいもを掘るんですけれども、そのじゃがいもはもう本当に小さいんですね。カルトウヘリじゃなくてカリトウチカなんです。ようやっと寒い中を取りましたけれども、取りながらお腹が減ったんで、そのカルトウチカを生のままでちょっと表面をこすって、そして、食べたことを覚えております。そして第1回目はそんな風でしたけども、第2回目もまたそのじゃがいも掘りに行くことになりまして、今度はちゃんと取りました。そしたら向こうでも何人か待ち受けておりまして、そして、測りを持ってきて、いくら取ったかっていうまで、測りました。で、やはり作業